皆さんこんにちは、シンガーソングライターのスイです。ヨガインストラクターの相良典子です。はい、もう私と一緒の悩みを持っている方がたくさんいらっしゃると思います。前ももが張ったり、腰が反っちゃったり、これ原因が股関節の硬さとかなんですよね。はい。でそれを典子先生のヨガを受けて、もうかなりこんな風に変わっていくんだっていうのを実感したんですよ。なので今日はなんでこうなっちゃうのかなっていうところと、あと改善するための動きをね、みんなで一緒にできるのをちょっと教えてもらいたいと思うので、一緒にやっていきましょう。理由は簡単で、股関節の前側が縮んでしまっている、で前傾してしまう、太ももがかってしまう、張ってしまう、で後ろに体重をかけたい、かかとで踏めるようにすると、足の後ろ側が使えるようになる、そこがポイントです。じゃあ今日それをできるようになるためにお願いします。じゃあやっていきましょう。はい、それではお願いします。3つのポーズをやっていきます。でまず股関節の前側を伸ばすポーズをやっていきます。まず左からいきましょう。前の膝90度になるように立って、後ろの足は左の膝のお皿の上あたりがマットにつくぐらいしっかり引いてあげて、つま先寝かせていきます。で骨盤正面と平行になるように右足で踏んで起きてくる。で両手万歳にすると骨盤立てやすい。前傾してしまうんじゃなくて、右足で踏んであげて骨盤を立ててあげる。でそのまま仙骨ちょっと下がってるからですね、そのまま落とせるところまで落としていく。右足で踏みながらめちゃくちゃ伸びてます。でさらに手を前でボールを抱くような感じ、でさらに右足で踏んで骨盤をしっかり立ててあげる、で肩甲骨の間後ろに出してあげると、さらに左の股関節の前側伸びてますね。めちゃくちゃここが伸びております。そこで10秒呼吸をしていきます。響いてるところに呼吸を送り届けるように呼吸してあげる。伸びてるところに呼吸を。でこうなってると全然効かないです。しっかりポイントは骨盤を立ててあげて、さらに肩甲骨を後ろにしてあげること。肩甲骨が後ろに伸びるのでさらに伸びますね、やっぱり。全然これがあるかないかで違う。そうですよね。で2つ目のポーズいきます。今度は真ん中ポーズというポーズなんですけども、足を、なるべく、そう開いてあげる。これで膝の角度90度、で手を前につきます。でみんな反りがちなんですけども、恥骨をぐーっとマットに、前に押し出してあげる。で手で床を押して肩甲骨の間上に引き上げる。肩甲骨の間丸めてあげる。で恥骨は前に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 。これ想像以上にここ動いてるんですよね。そうで、最初多分手前の方、だけど一歩手前にできた、手前にしてお尻が反らないように恥骨前に前に押し出す。でしっかり肩甲骨の間を出してあげる。上に引き上げてあげる。背骨アーチが描くような感じです。でさらにもう一歩内側に、だんだん横から見た時に一歩になっていくような感じですね。肩甲骨、肩甲骨で出してあげる。でいけたら恥骨前で上に引き上げながら起きてくる。10秒いきましょう。これもまた呼吸です。でさらにいけるって方は万歳してあげて、これちょっと高度です。上に引き上げながら体側伸ばしてあげる。反対も伸ばしてあげる。反らないことがポイント。恥骨ぐーっと前に押し出していくことがポイントで、上に自然に引き上がってます。落としたら怪我する。上に引き上げるイメージ。恥骨をぐーっと前に押し出して、手でマットを押して肩甲骨の間を上に。なんか足の見ていいですか？足の付け根からなんか動いてる感じが。そうぐーっと押し出す。肩甲骨の間高く高く引き上げる。これ結構きついですね。そうで、落とさないようにするために肩甲骨で上げてます。で一歩手前について肩甲骨の間また引き上げながら恥骨前に押し出す。少しずつこうやって起き上がってくる感じ。上に引き上げながらキュッて感じがするんですよ。キュッて引き上がってるんですよね。そう大げさにやるとこういう感じ、引き上がってる感じ。骨前に前に、もし辛いっていう人はこうやってブロックを下に引いてあげて、こうやって上げてあげると分かりやすいから、下に
台使ってあげても OK です。3つ目は今度、太ももの後ろ側使っていきます。はい、太ももの後ろを使えるようになると、太ももの後ろに筋肉つけられると、腰痛にも、効果あるので。ヨガで猫のポーズというのがあるんですけど、背中を丸めて反らす、丸めて背骨柔らかくする。これに、足をつけていく。右膝引き寄せて肩甲骨の間高くしておへそにお腹から蹴っていくんです。この時にかかとをお尻に近づけたまんま上げれるところまで上げる。で吐きながらお腹から引き寄せるように肩甲骨の間高く引き上げる。でお腹から開けてかかとお尻お尻。ポイントはお尻お尻、かかとお尻お尻、あとお尻、これ以上ちょっと見ません。で上に伸びる、そう。でもう一回。そうです。で膝がどうしてもかかとがどうしても開いちゃうっていう方はこうやってペットボトルなどを挟んであげて落とさないようになってあげる。もうそうすると絶対に太ももの後ろ側が使えます。挟んであげて、これです。肩甲骨上げる。吐きながら上げる。挟むのがうまくいかない。そう、緩んじゃうと、太ももの後ろが緩みます。そういうことか。吸いながらかかとお尻かかとお尻膝そう上がるところまでもう足の裏つっちゃうかもしれない。初めの人はそうかもしれない。つっていいです。そう上げる落ちる。ペットボトルが落ちる。そうよ。ちょっと待って。そうナイス。難しい。これ3つで本当はこれやったのをすごい効果を感じたい。のに最後両足やったら分かりやすく片足みたいにダウンドッグしてあげた時に変わるの。今ダウンドッグしてみて。今右やったじゃん。でさもう完璧にここが一番伸ばされるところになるでしょ。確かに全然違う。でやっぱ使ってあげたところ、縮めた筋肉が伸びようとして、この裏のダウンドッグでも、ここが一番全然違う。縮みながら伸びやすくなる。そうなの。縮んだところが一番効くから、縮めたところが、今意識してここを縮めてあげたから、ここが一番伸びるポーズにダウンドッグした時になる。おー、すごい。っていうのが分かると、ここがしっかり使えたな、伸びたなって。なんかストレッチって伸ばすだけがイメージだったけど、縮めたら伸びるようになる。そうですそうです。まず骨盤揃える。右足踏みながら起きてくる。で手バタしましょう。右足で踏んで骨盤立てる。仙骨下げる。そのまま落とせるところまで落とす。右足で踏みながら。一回胸開いてあげて。胸開いて。で手前で肩甲骨の間を後ろに。右足で踏んであげて骨盤をしっかりまず立ててあげる。ナイス。そうナイス。でそこから肩甲骨の間さらに後ろに。ナイス。めちゃくちゃみんなやりがちなのが、ちょっと股関節この股関節前に前傾させて、これをすごいやりがち。ここで肩甲骨ばっか出そうとする。全然伸びない。これをしっかり骨盤を立てたら、そう右足で踏んであげて立てたら、そこからさらに肩甲骨の間後ろに。ここがすごく左の股関節めちゃくちゃ伸びてます。で10秒。ナイス。そう肩甲骨の間後ろにすごい引いてあげる。引っ張れば引っ張るほど伸びます。そうですよね。OK。そう、なるべく開けるだけ開いて。膝の角度できる。ナイス。尻尾丸める感じ。尻尾丸める。尻尾丸める。尻骨前に押し出す。で肩甲骨の間高くする。高くする。ナイス。恥骨ぐーっと前に押し出して。これ絶対 NG は外に突き出しちゃうこと。これどんどん痛い。じゃなくて尻尾下げてナイス。肩甲骨の間高くしながら恥骨前に押し出す。でここで引き上げるとインナーが引き上がってくる。そう内側がぎゅーっと引き上がりますよね。
そうで手一歩手前につけたらついて、はい、また恥骨ぐーっとそう尻尾を丸めて肩甲骨の上を高くする、はい、ナイス。さらに手一歩近づけて肩甲骨の間で引き上げる、そのまま恥骨前に押し出しながら手サイドに上げて横に置いてくれます。サイドそう、はい、反らないナイス。上にまたキューッとします。キューッと縛って、はい、チャレンジ左手、はい、横でそう体側で恥骨は上に軸取りながらナイス。はい、で戻してきて今度は反対、恥骨恥骨前に恥骨が上に向こうとするだけで全然違いますね。全然違う。仙骨下げて引き上げる、そうナイス。吐きながら戻してあげる。オッケー。かかとを後ろに寄せてあげて、後ろに寄せる。そう、また座れる。はい。